そこは視界を望む断崖絶壁にそびえる孤高の要塞。風が砂を運び、1000年の時を超えて今もなおある民族の悲劇と抵抗の物語を語り続けています。世界遺産マサダ、ただの歴史的建造物ではありません。それはユダヤ民族が自らの故郷を失い世界各地へと散り散りになるディアスポラの決定的な転換点であり、そして現代に続くイスラエルとパレスチナの複雑な問題のまさにその根源が息づく場所なのです。今日のこの動画ではマサダの物語を単なる歴史の一幕として語るだけでなく、なぜユダヤ人が故郷を追われ世界各地に離散しなければならなかったのか、そしてその歴史が今日のイスラエル・パレスチナ問題にどのように影を落としているのかを深く掘り下げていきます。今回はあまり語られないある視点を軸にマサダの悲劇が持つ普遍的な意味、そして現代へのメッセージを紐解いていきましょう。マサダの悲劇を理解するためには、まずユダヤ民族と約束の地の関係を紐解く必要があります。彼らにとってこの地は単なる居住地ではありません。彼らが聖書において乳と蜜の流れる地と称するこの土地は、神との契約に基づき与えられた唯一無二の聖なる土地。その信仰こそが彼らのアイデンティティの根幹を成していました。彼らはこの地で独自の宗教、文化、そして生活様式を育んできました。しかしこの地は常に列強の支配下にありました。肥沃な三日月地帯の要衝に位置するため、エジプト、アッシリア、バビロニア、ペルシャ、そしてギリシャといった数々の帝国の攻防の中で、ユダヤ人は時に独立を勝ち取り、しかし多くは異民族の支配に甘んじてきました。その中でも特筆すべきはセレウコス朝シリアに対するマカバイ戦争での勝利です。これは紀元前2世紀、異教の神を崇拝することを強制され信仰が脅かされたユダヤ人たちがマカバイ家を中心に立ち上がり、一時的ではありますが独立を回復した輝かしい歴史としてユダヤ人の記憶に深く刻まれています。この勝利は彼らが信仰と自由のために戦うことの重要性を強く認識するきっかけとなりました。彼らはただ従順に支配を受け入れていたわけではありません。彼らは常に自分たちの主権を取り戻し、自分たちの律法に基づいた生活を送ることを切望していました。彼らにとって律法は単なる規範ではなく、神との契約の証であり、彼らのアイデンティティそのものでした。そして紀元前63年、ローマ帝国がこの地を支配下に置きます。当時すでに地中海世界の覇者となっていたローマは、その強大な軍事力でパレスチナを属州化しました。当初ユダヤ人は一定の自治を許されており、ヘロデ大王のような傀儡政権を通じて間接的に統治されていました。しかしローマの支配は徐々に強まり、直接統治へと移行する中で、ユダヤ人の信仰や生活習慣との間に深刻な摩擦が生じ始めます。ローマは皇帝崇拝や多神教を奨励し、ユダヤ人の一神教の信仰と衝突しました。またローマ総督による過酷な徴税やユダヤ人の伝統や聖地を軽んじる行為が頻発しました。ユダヤ人にとってローマの支配は単なる異民族による統治以上の意味を持っていました。それは彼らが信じる神の律法を軽んじ、彼らの信仰の根幹を揺るがす行為であり、何よりも失われた自由の象徴でした。彼らは自分たちの土地で自分たちの神のもとに自分たちの律法に従って生きるという民族としての根源的な権利が奪われていると感じていたのです。ローマの支配下でユダヤ社会の不満は募っていきました。ローマ総督による過酷な徴税、ユダヤ人の宗教的感情を逆なでする行為、そして何よりも自分たちの主権を奪われたことへの憤り、こうした不満はやがて爆発します。特に総督フロルスによる神殿からの財宝略奪や挑発的な行為が決定打となり、ユダヤ人の怒りは頂点に達しました。紀元66年、ついにユダヤ戦争が勃発します。この戦争は単なる反乱ではありませんでした。それは民族の存亡をかけたローマ帝国という巨大な権力への絶望的な抵抗でした。ユダヤ人の中にはローマの軍事力に対抗できるはずがないと考える者もいましたが、多くのユダヤ人は神の加護を信じ、自由のために戦うことを選びました。戦争は熾烈を極めました。ユダヤ人内部でもローマとの徹底抗戦を主張する熱心党ゼロット、
やシカリ派と呼ばれる過激派とローマとの融和的な立場を取る者たちとの間で意見の対立がありました。しかし全体として彼らは自分たちの自由と信仰を守るために必死に戦いました。彼らはゲリラ戦を展開し、初期にはローマ軍に大きな打撃を与えることもありました。しかしローマの圧倒的な兵力と組織力の前に次第に追い詰められていきます。そしてこの戦争の象徴的な出来事こそがエルサレムの陥落とユダヤ教の精神的支柱であった第二神殿の破壊です。紀元70年、ローマのティトゥス将軍率いる軍隊によってエルサレムは包囲され、徹底的な破壊を受けました。数ヶ月に及ぶ包囲戦は飢餓と疫病をもたらし、エルサレムの人々を苦しめました。ローマ軍はエルサレム市街を攻略し、最終的に第二神殿に火を放ちました。神殿は炎上し、その壮麗な建物は見る影もなく崩れ去りました。第二神殿の崩壊はユダヤ人にとって想像を絶する悲劇でした。それは彼らの信仰の中心であり、民族の絆の象徴であった場所が文字通り怪人に帰したことを意味します。神殿は彼らが神と交信する唯一の場所であり、祭祀の中心でした。その喪失は彼らの精神に深い傷跡を残し、その後の歴史に決定的な影響を与えることになります。この出来事以降、ユダヤ教は神殿を中心とした祭祀から律法の学びと祈り、シナゴーグを中心とした共同体へとその形を変えていかざるを得ませんでした。最後の砦となったのがマサダでした。残存するユダヤ人抵抗勢力を完全に殲滅するため、パレスチナ全域の掃討作戦を展開しました。マサダにこもるユダヤ人たちはその最後の希望の砦だったのです。エルサレム陥落後、ユダヤ人の最後の抵抗の拠点となったのがマサダ要塞でした。ここはもともとヘロデ大王によって築かれた難攻不落の要塞です。断崖絶壁の上に築かれ、外部からの侵入が極めて困難な天然の要塞であり、食料や水の備蓄も可能でした。ここに熱心党の一派であるシカリ派と呼ばれるユダヤ人たちが指導者エレアザル・ベンヤイルのもと籠城し、ローマ軍に最後の抵抗を試みました。彼らはユダヤ戦争の初期からローマと戦い、エルサレム陥落後も降伏を拒んでこの地へと逃れてきた最も徹底的な抵抗を望む者たちでした。彼らがマサダに集結したのは単に身を守るためだけではありませんでした。彼らはここで自分たちの自由を最後まで守り抜こうとしていたのです。外界から隔絶されたこの要塞で彼らはローマの支配を受け入れず、自分たちの律法に基づいた生活を続けました。彼らはローマに屈服することなく、自分たちの民族としての誇りと尊厳を保つことを何よりも重視していました。マサダは彼らにとって単なる避難場所ではなく、失われた主権の最後の牙城であり、自由の象徴だったのです。紀元73年、ローマ軍はついにマサダを包囲します。フラウィウス・シルバ将軍率いる第10フレテンシス軍団は、数千人のユダヤ人たちが籠城するマサダを攻略するため、気の遠くなるような作業を開始します。彼らは要塞の頂上へと続く巨大な車道、ランプを築き始めました。これは数千人もの兵士と捕虜のユダヤ人奴隷を動員し、何ヶ月もの間日夜を問わず土砂を運び上げた古代の土木技術の脅威であり、ローマの圧倒的な国力と徹底的な征服への執念を示すものでした。彼らはたとえ小さな抵抗勢力であっても決して見逃さず、徹底的に叩き潰すことでローマ帝国の威信を示そうとしました。数ヶ月にわたる包囲の後、ローマ軍は完成した車道を使い、投石機などの工場兵器を駆使して要塞の壁を破り侵入します。しかし彼らが目にしたものは想像を絶する光景でした。ローマ軍が要塞内部に突入した時、そこに抵抗するユダヤ人の姿はありませんでした。彼らが目にしたのは、すでに生き絶えた960人ものユダヤ人たちの遺体でした。女性、子供を含め全ての人々がローマの奴隷となることを拒み、自決の道を選んだのです。彼らはくじ引きで選ばれた10人の男たちが、まず家族を殺害し、最後に残った1人が皆を殺害した後、自ら命を絶ったと言われています。彼らの指導者エレアザル・ベンヤイルは自決を促す感動的な演説を行い、自由のために死ぬことの尊さを説いたとローマの歴史家ヨセフスは伝えています。ヨセフス自身もユダヤ戦争に参加した人物であり、このマサダの悲劇を詳細に記録しています。エレアザルは演説の中でこう語ったとされます。もしナンジラ自身の手によって命を絶たねばならないとしても、自由人として死ね。奴隷として生きるよりも自由人として死ぬことを選べ。我らは決してローマの奴隷とはならぬ。我らは
自由のために死ぬ。マサダの悲劇は、ユダヤ人がローマの支配に対して最後まで抵抗し、失われた自由を取り戻すことを諦めなかった、その強い意志の象徴として語り継がれることになります。彼らは物理的には敗れ去りましたが、精神的な自由は最後まで守り抜いたのです。マサダの出来事はユダヤ民族の記憶に深く刻まれ、後世の彼らのアイデンティティと民族意識に絶大な影響を与えることになります。それは単なる敗北ではなく、自由への不屈の精神の勝利として記憶されたのです。マサダの陥落はユダヤ人にとって単なる一箇所の疾患ではありませんでした。それは彼らが約束の地から完全に追われ、ディアスポラの時代が本格的に始まることを意味していました。この後もユダヤ人による反乱は発生しましたが、いずれもローマによって徹底的に鎮圧されました。特に紀元132年から135年にかけて起こったバルコクバの乱の鎮圧後には、エルサレムはアエリア・カピトリーナと改称され、ユダヤ人の立ち入りが禁じられました。そしてユダヤ属州の名称もシリア・パレスチナへと変更され、ユダヤ人とのつながりを断ち切る試みがなされました。ローマ帝国はユダヤ戦争以降、ユダヤ人の反乱を徹底的に鎮圧しました。多くのユダヤ人が殺され、奴隷とされ、そして故郷を追われました。彼らは地中海世界全域に、そしてさらに遠く、ヨーロッパ各地、北アフリカ、中東、果てはインドや中国へと散り散りになっていきました。ディアスポラはユダヤ民族にとって苦難の道のりでした。彼らは行く先々で異民族の中で暮らすことを余儀なくされ、時に差別や迫害の対象となりました。キリスト教徒が多数を占めるヨーロッパ社会では、ユダヤ人はキリストを殺した民として蔑まれ、ゲットーに隔離されたり、財産を没収されたり、追放されたりすることが繰り返されました。特に中世ヨーロッパでは、十字軍の時代に大規模なユダヤ人虐殺が発生し、また黒死病の流行時にはその原因をユダヤ人に求めるなど、理不尽な迫害にさらされました。彼らは土地を持たず定住しないがゆえに、いつ何時も追放される危険にさらされていました。それでも彼らは自分たちの信仰、伝統、そして約束の地への帰還という希望を決して捨てることはありませんでした。彼らは各地で独自のコミュニティを形成し、ヘブライ語を守り、トーラー、律法を学び続けました。彼らはシナゴーグを中心に共同体を維持し、離散の地にあってもユダヤ人としてのアイデンティティを保ち続けました。彼らが本の民と呼ばれるように、彼らの文化は文字と学習によって支えられ、どの地にあっても知識と伝統を次世代に伝えていきました。ここで重要なのは、ディアスポラはユダヤ人が故郷を失った結果であると同時に、彼らの自由を求める精神が地理的な制約を超えて維持された方法でもあったということです。彼らはどこにいてもいつか故郷に戻り、自分たちの主権を取り戻すことを夢見ていました。この夢こそが彼らを数千年にわたって結びつける最も強力な絆となったのです。マサダで示された自由のために死ぬという精神は、ディアスポラの中にあっても自由なユダヤ人として生き続けるという形に変化し、彼らを支え続けたのです。彼らは毎年パスオーバーの際に、来年はエルサレムでと唱えるなど、故郷への帰還を絶えず意識してきました。数千年にわたるディアスポラの時代を経て、19世紀後半、ヨーロッパで新たな思想が台頭します。それがシオニズムです。シオニズムはユダヤ人が自分たちの故郷であるシオン、エルサレムに帰還し、そこで自分たちの国家を再建しようとする民族運動です。この運動は当時のヨーロッパで高まっていたナショナリズムの影響を強く受けていました。ドイツ、イタリアなどで国民国家が形成されていく中で、ユダヤ人もまた自分たちの失われた自由を取り戻し、故郷に独立国家を建設することを熱望するようになりました。それは彼らが長らく経験してきた迫害から完全に解放される唯一の道だと考えられました。この背景には、ヨーロッパにおけるユダヤ人迫害の激化も大きく影響しています。特に19世紀末のロシア帝国におけるポグロム、ユダヤ人虐殺やフランスで起こったドレフュス事件、ユダヤ系将校が冤罪を着せられた事件などは、ユダヤ人がヨーロッパ社会で完全に受け入れられることはないという認識を強め、自分たちの国家を持つことの必要性を痛感させました。シオニズムの提唱者であるテオドール・ヘルツルは、ドレフュス事件を目の当たりにし、ユダヤ人問題の根本的な解決策はユダヤ人自身の国家を建設することだと確信するようになりました。シオニズム運動はやがてパレスチナへのユダヤ人入植を活発化させます。当初は宗教的、精神的な動機が強かったですが、次第に政治的、民族的な側面が強まっていきました。しかし、
この地にはすでにアラブ人が居住していました。彼らにとってこの土地は長きにわたる自分たちの故郷であり、彼ら自身の民族アイデンティティの基盤となっていました。第一次世界大戦後、イギリスの三枚舌外交によってユダヤ人とアラブ人の間に潜在的な対立の種がまかれます。バルフォア宣言ではユダヤ人の民族的郷土の建設を支持し、フサイン・マクマホン協定ではアラブ人に独立国家建設を約束し、そしてサイクス・ピコ協定では英仏露による中東の分割を秘密裏に決定しました。これらの矛盾した約束が後の紛争の火種となります。そして第二次世界大戦中、ナチスドイツによるホロコーストという未曾有の悲劇が起こります。これは約600万人ものユダヤ人が組織的に虐殺された人類史上稀に見る残虐な行為でした。この出来事はユダヤ民族が経験した中で最も大規模かつ組織的な虐殺であり、彼らにとって自分たちの国家を持つことの喫緊性を改めて認識させる決定的な出来事となりました。もう二度と我々は誰にも殺されないために自分たちの国家を持たなければならないという強い決意がユダヤ人社会全体を覆いました。ホロコースト後、国際社会はユダヤ人に故郷を与えることの必要性を強く認識し、1947年、国連はパレスチナ分割決議を採択します。これによりパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割することが提案されました。そして1948年5月14日、ついにイスラエル国家が建国されます。しかしこのイスラエル建国はパレスチナ人にとってはナクバ、大災厄と呼ばれる悲劇の始まりでした。イスラエル建国をめぐる第一次中東戦争によって多くのパレスチナ人が自分たちの故郷を追われ難民となることを余儀なくされました。彼らの住んでいた村は破壊され、土地は失われました。今日に至るまで数百万人のパレスチナ難民が周辺諸国やパレスチナ自治区内で帰還を夢見て生活しています。ここに現代のイスラエル・パレスチナ問題の根本的な対立構造が生まれます。マサダで失われた自由を取り戻そうとしたユダヤ人の切望は2000年以上の時を経て国家建設という形で実現しました。それはまさに彼らの歴史的悲願の達成でした。しかしその国家建設は皮肉にも別の民族から自由を奪い、彼らをディアスポラへと追い込む結果となってしまったのです。マサダの物語は単なる古代の悲劇ではありません。それはユダヤ民族が失われた自由を追い求め続けた歴史の象徴であり、その追求が現代のイスラエル・パレスチナ問題の根源につながっていることを示唆しています。ユダヤ人にとってマサダでの自決は奴隷となる屈辱よりも死を選んだ自由への究極の抵抗であり、民族の誇りでした。この精神は彼らが約束の地を取り戻し自分たちの国家を建設するというシオニズムの原動力となりました。彼らにとってイスラエル国家の存在は二度とホロコーストのような悲劇を繰り返さないための、そして失われた自由を永遠に取り戻すための絶対に必要なものでした。しかしその失われた自由の回復が他者の自由を奪うことになってしまった。これが今日のイスラエル・パレスチナ問題の最も複雑で最も悲劇的な側面です。双方の民族がそれぞれ自らの歴史的な権利と正義を主張し、互いに譲れない立場にあります。マサダは私たちに問いかけます。自由とは何か。一方の自由の追求が他方の自由の喪失を意味するとき、私たちはどう向き合うべきなのか。民族の誇りとはどこまで許されるのか。自らの民族的アイデンティティを守り故郷を求めることは正当な権利ですが、それが他者の故郷や権利を侵害するとき、その境界線はどこにあるのか。ある民族の歴史的正当性が他の民族の権利を凌駕して良いのか。数千年の歴史を持つユダヤ人の約束の地への権利と数世紀にわたってその地に居住してきたパレスチナ人の権利はどのように共存しうるのか。マサダの要塞はユダヤ人の抵抗と悲劇の歴史を無言で語り続けています。そこには圧倒的な力に対する絶望的な抵抗、自由への渇望、そして民族の誇りを守り抜こうとした人々の魂が宿っています。彼らの選択は現代に生きる私たちにとって極めて重い問いを投げかけています。しかし同時にマサダの物語は過去の歴史が現代にどのように影響を与え新たな対立を生み出しうるかを示す警告でもあります。ユダヤ人がマサダで失われた自由を嘆き、それを追い求めたようにパレスチナ人もまた故郷を失ったナクバ、大災厄以来失われた自由を追い求めています。双方にとってこの問題は自由の回復という譲れない切実な願いに基づいているのです。そしてこの対立は
単なる領土問題にとどまらず、深い歴史的、宗教的、そして民族的な根を持っています。この終わらない物語に私たちは何を学び、何をすべきでしょうか。マサダの荒涼とした大地に立って、私たちは改めて歴史の重みとそこに込められた普遍的な問いに真摯に向き合う必要があるでしょう。この複雑な問題に対する唯一の答えはないかもしれません。しかし、歴史から学び、互いの痛みを理解しようと努めることが平和への第一歩となるはずです。